こんにちは、ルソレルです。今回はモンステラにポールを立ててみた動画です。最初にお伝えしたいんですけど、仕上がりは微妙です。なので正しくは苦戦しながらポールを立てているのを背景にベラベラ喋る動画です。見た目が好みじゃないんで、ポールは立てたくなかったんですけど、鉢カバーに入るこの鉢サイズをキープしたまんま土を増やすために立ててみることにしました。ついでに真冬の植え替えした意欲をごまかす作戦です。ここで早速微妙ポイントその1です。ポールが細かったです。うちにあった落下防止ネットの端材を使ったんで仕方ないんですけど、鉢を拡張する目的で立てたんで、もうちょっと太い方が良かったなと思いました。あと、セラミスの量が少ない上に全面に穴が開いてるんで、乾くのが結構早いですね。余ったセラミスを直すために乾燥させるときはそれなりに乾かへんのに、こういう乾いてほしくないときはなんか早く乾くんですよね。せっかくなんでこのモンステラについてもちょっとお話ししたいと思います。このモンステラは我が家で一番古い株です。お花屋さんで見かけて10センチくらいのハートの葉っぱが可愛いなって思って購入しました。姫モンステラっていう名前で売られてたんで、姫ってつくんやったらちっちゃいままやろと卓上サイズをキープすると思ってたんですけど、気がつけばこんなにでかくなりました。今一番大きい葉っぱは35センチくらいです。耳の部分の切れ込みが可愛くってお気に入りです。どこまで大きくなってくれるのか今後も楽しみです。購入時にあった葉っぱはもうないんですけど、購入後、うちに来てから初めて出た葉っぱはまだあります。2023年の4月に購入したんで、展開してから2年弱になります。アロカシアとかと比べると、1枚の葉っぱがすっごい長寿ですよね。もしかしたら生育のためには剪定した方がいいのかもしれないですけどね。樹形もなんかよくわからん感じになってきたんで、あったかくなってきたら思い切って仕立て直ししてみようかな。ネットを円柱に丸めれましたね。ポールには水苔じゃなくてセラミスを詰めました。なのでモスポールじゃなくてセラミスポールですかね。語呂があんまり良くないですね。勝手にセラポールと名付けましょう。水苔を使わへん理由は、うちで管理する用土の種類を増やしたくないからです。管理するものはなるべく少ない方が楽ですからね。ここで微妙ポイントその2です。意外とセラミスがこぼれます。中に詰めるセラミスはいつも鉢植えに使う時と同じように目の大きさが 3.5 ミリくらいのふるいにかけてます。なのでこの目が4ミリのネットからはそんなにこぼれへんやろって思ってたんですけど、結構こぼれます。こぼれへんサイズのセラミスだけを使うのも手なんですけど、それやとあまりにもぶどまりが悪くなっちゃうんで、あんまり現実的ではないかなと思います。なんならこのネットで鉢を作れたらいいなって思ってたんですけど、計画を練り直す必要がありますね。そしてこのポールを立てる前にモンステラがめっちゃ前に傾いてたことにお気づきになりましたでしょうか？実はこのセラポールを立てる作業をこの撮影で何回かやって、そして失敗してます。当初は落下防止ネットで半円形を作って、その直径の部分、平たい部分にメッシュテープを組み合わせる予定でした。4ミリの穴やと気根が入っていきにくいと思ったからです。メッシュテープはいつも大きいスリットとか端底の穴を塞ぐために使ってるんですけど、意外とメッシュテープを突き破って根っこが出てくるんですよね。モンステラは根っこが太くて丈夫なんで、セラミスめがけてうまいことメッシュテープを突き破ってくれるかなって思ったんですけど、それ以前にメッシュテープと落下防止ネットの隙間からセラミスがバラバラこぼれちゃうんで、この方法は断念しました。メッシュテープと落下防止ネットの固定箇所を増やして再チャレンジもしてみたんですけど、うまくいく気配がなかったんで、最終的に今みたいに落下防止ネットを丸めるだけにしました。つまり今見てるポールは3回目のチャレンジの末立てられたものです。モンステラさん大変お疲れ様でした。というわけでセラポールを立ててみた動画でした。
活着する気配はゼロですけど、思ってたよりもポールを立てた姿も悪くないなって思えたんで、全部 OK です。